やハロー、みさきみさです。ということで今日の動画はコスパ丸、金がないニートのゲーマーはこれを買え、いい要素の HZ6 をレビュー。これはただの安いメカニカルキーボードではございません。バロラントだったり FPS ゲームにはもう欠かせないっていうね、ラピッドトリガー搭載のキーボードなんです。ラピッドトリガー対応の王道のキーボードといえばスティールシリーズの APEX Pro だったり、リアルフォースの GX1 だったり、ウーティングだったり、もう全部高すぎる。でもこれは7999円。怪しい。ラピッドトリガー対応ですよ。他のやつ 2,3 万するよ。安いやつでも、1万5,000円ぐらいかそれ以上ぐらいはねすると思うんですよ。でめっちゃ怪しいんだけど、この E 要素のキーボード自体前にもねレビューしたことがあるんですよ。メカニカルのキーボード。それがね意外と良かった。普通にねクオリティ高くて、E 要素のキーボードっていいんですよね。だからね結構期待してます。ということで早速開封していく。チャランチャチャンチャチャララララン。なんかめっちゃ高そうな感じ醸ち出してるけど8,000円。開封ドドーンじゃーん。どうですか？意外とよくねこれ。ラピッドトリガー搭載やけどなんじゃこのダサいキーボードって思ってたんやけどなんでこの色にしたんってさ思ってたんよ。結構みんな思ってると思うねんけど、なんか初音ミク感あるね。なんか初音ミクの服と髪色の緑を入れたみたいな感じの色してます。この印字がねなんかね緑なんですよ。この緑から色を変えることができません。だからみんなが言ってるほどめっちゃダサいっていうわけじゃないかな。この 60% のキーボードはこのカラー1色しかありません。なんだけど68キーっていう一回りぐらいかな大きくはなるんだけど、矢印キーがねついたキーボードっていう68キーのねキーボードが白色発売されてるんですよ。だから正直そっちを買えばよかった。私はこれね発売されてちょっとしてから買ったんですよ。で届くのが結構遅くて、で今はね買えるんだけどミサが買った時は届くの遅くて、でなおかつその白色まだ売ってなかったんですよ。そうだからねこれになっちゃったんだけど、その68キーの白色のキーボードがね結構可愛い感じやって、しかもそれもラピッドトリガー搭載なんで、だから金が気に食わないっていう人だったり矢印キー欲しいなって思ってる人はねそっちを購入するのがいいかも。ただね1万ぐらいだからなんかそれ買うならもうちょっと1万6,000、5,000円出してなんか他のキーボードっていう選択肢もあるので、他のキーボードと合わせて検討するのがいいかなと思います。こちらのキーボードの付属品はまず説明書とキーキャップキースイッチプーラーが付いてました。安いのにこれまで付いてるんや。すごっ。っていうかここの持ち手がさすっごい大きい。これなんか他のやつと比べるとこの銀のところはあんまり変わらないんですけど、大きさここに丸い穴がついてるからあんまり力なしで引っ張れるからこれいいな。これから愛用しよう。超嬉しいんだけど。でその他ですね、今回のこのキーボードっていうのが有線接続でメッシュ素材とかじゃなくて普通のケーブルですね。ただここの先っちょが片方 L 字になってます。てかなんかさいい要素さデザイン変更した？なんかロゴもねちょっとかっこよくなってる気がする。こっちの方がいいね前より。ということでちょっとスペック見ていくんですけど、こちらのキーボードはアクチュエーションポイントが 0.1mm から 4mm、 そしてラピッドトリガーは 0.1mm から 2.0mm まで調整可能で、ポーリングレートはなんと最大 8000Hz。これが高いことによってゲーム中の応答速度が高くなって遅延がね少なくなります。ちなみに他のキーボード APEX Pro とか GX1 っていうのはポーリングレート 1000Hz で、使用自体は 2,3 万するキーボードよりもいいっていう感じ。ちょっと簡単にやけど試してみる。はい、ということでキーボード遅延テストっていうサイトがあって、ここでねちょっと簡単にどれぐらいの遅延があるのかっていうのを確認したいと思います。でこのサイト自体そこまで正確ではないっていうのと、これの遅延がどれぐらいなのかっていうところを見てもそこまでわからないと思うので、今回ポーリングレート1000のリアルフォース GX1 で比較していきたいと思います。これ GX1 は、3万ぐらい大体で、こっち7900円。そんなんリアルフォースより早いわけないやん。ポーリングレート8000なの疑ってます。ちなみにこれ遅延テストなんで数字が少なければ少ないほど遅延が少ないという
ことで、ポーリングレートが速いから遅延が少ないっていうことですね。まずは GX1 じゃん、96。これを10回ぐらい叩きます。7、8、9、10。一番下が82かな。で一番上で115出てますね。だいたい90前後って感じということで、この E 要素のキーボードを打ちたいと思います。いきます。じゃん。58まだ分からんから、このサイトがおかしいかもしれない。せーの、じゃん。126、結構差がありますね。8、9、10。これアンダーファインドがどういう意味かはちょっとよく分からんけど、一番下で50の一番上でこれのちとして126ですね。だいたい60前後って感じかな。 GX1 よりだいぶ遅延少ないですね、これ見てると。ということでポーリングレート8000はガチで遅延が少ないキーボード。これ3万で買ったんだよ GX1。続いてはこのキーボードの外観だったり、あとはキースイッチ、キーキャップ、そのあたりを見ていきたいと思います。っていうかこれ光ってるんだ。もう前から見たら全然わかんない。光量がねすごいね低いかも。でキーボードの操作だけで多分ね、おそらくこの LED の光り方だったり光量を調節することができると思うんですけど、なんせ説明書が日本語対応してない。わかんないから、ちょっとこの辺りは後でちょっとソフトをね入れてから、光り方だったりその辺りも見たいと思います。ということで、キーボードを、触ってみた感じ、こう持つとね、チャッチーかなって感じ。全部ねプラスチックなんですよ。で裏側がですね、なんとこれチルト機能があって、1段階のチルト機能がついています。で心なしかちょっと滑り止めがついてる。これ滑んじゃない？だからちょっと滑りやすさはねあるかもね。でここにも滑り止め一応ついてるんだけど、こっちをねパカッとするとここの部分には滑り止めがついてない感じがするけど、これはついてるのかな。なんか滑りそうな滑り止めがついてます。じゃあちょっとキーキャップ外してみます。よいしょ。何個か外してみようかな。スペースキーも一応外してみよう。じゃん。こんな感じ。すごっ。裏側一応キーキャップがダブルショット PBT になっているので、剥げにくいっていうキーボードになってるんですけど、すっごいムラあるけどすごっ。見えない部分だからいっかって感じなんやろうな。でキーキャップのこの印字っていうのがちょっとねデコボコしてるような感じですね。っていうかさ、キーキャップ超ブリブリじゃない？わかる？すごい丸っこいね。ラピッドトリガーではなかなか使われてないような感じのキーキャップしてます。ラピッドトリガーってこう押し込んで上がるスピードも大事だと思うんで、重いとそのねスピードが遅くなったりしてあんまりね向いてない。ちょっと他のキーキャップとちょっと比べてみよう、重さ。ということで GX1 のキーキャップと重さ比べたいと思います。これ1個でさ重さ測れるのかな。無理だ。ちょっと全部 F キーで5個乗っけます。5個乗っけると 6g。 じゃあこれ乗っけるよ。どうかな。じゃん。 8g。 重い。そこまで軽くないのか。なんか軽いように感じたんだけど重かったわ。ラピッドトリガーも最強のねキーボードにしたいっていう人はこのキーキャップ交換するのもいいかも。続いてはキースイッチ見ていくんやけど、このキーボードはホットスワップ式の直軸になってるんですけど、こんな感じで取ることができます。っていうかあれすごい軽いんだけど、そんなに力入れずにこれちゃんと刺さってるっていう感じの取れ方してるんだけど、結構このキースイッチ自体緩いかもちょっと。でこのキースイッチなんですけど、レッドラゴンっていうブランドが出しているキースイッチで、ちなみにレッドラゴンと E 要素っていうのは同じ会社です。だから独自で開発してるキースイッチなんですけど、このキースイッチ自体が取り外しやすいように作られてるのかな。何なんだろう。すっごい簡単に取れるんだよね。
でこのキースイッチのオーカーツはわかんないです。ちょっと重めな感じがしますね。でこのキースイッチのこの真ん中の軸の部分が結構グラグラしているので、軸ぶれが気になるっていう人はね良くないかも。ということで続いては打鍵音だったり打鍵感をね見ていきたいと思います。打鍵音は結構ガチャガチャ鳴って、うるさく感じる人もいるのかなっていうような音っていうのと、そこまで安っちくはないけど、高いような感じのキーボードの音ではないのかな、ガチャガチャするような感じかなっていう感じです。エンターキーだったりスペースキーっていうのは金属の反響音っていうのは全然しないんですけど、ただ他のキーに比べてやっぱり音がすごい悪くて、なんかパカパカした感じに聞こえるので、そこまでね音にはね期待しない方がいいかも。それでは E 要素のソフトを取っていくんですけど、ちょっとね E 元素の公式サイトを見つけたりとかちょっと大変やったんで、このソフトのダウンロードページっていうのは概要欄に貼ってあります。 HZ61 これですね。これをダウンロードしていきます。で Windows によって PC が保護されましたっていう風に出るんですけど、詳細を押して実行ですね。そうするとインストール画面が出てきたので日本語で OK で、次へでインストールということで、こちらがね E 要素のソフトになります。これめっちゃリアルな写真やね。すごっ。でこの左下の方でねジャンル分けされてるっぽいですね。一番左がキーカスタマイズになっているので、例えばこの右側コントロールとか使わないじゃないですか。ここに他のキーを割り当てたりマクロを組んだり、アプリケーションをね登録してここを押すとメモを開いたりだとか、そういったキーの登録をすることができます。で左から2番目のトリガー設定というところでラピッドトリガーの設定をすることができます。でこのクイックトリガーっていうのをチェックマークを押して、でこの 2.0 って書いているところ、ここでアクチュエーションポイントを決めます。で押した時のリセットポイントと、ラピッドトリガーのその2つ目の、ポイントっていうのをバラバラに設定することができて、これはね同じ深さになってるんですけど、ここをチェックマーク押すとトリガー、そしてリセットポイントを個別で設定することができます。でなんとねキーキャリブレーションモードもついてるみたい。なんかニズとかのキーボードでもねなんかそういうツールがあるんですけど、例えばこうキーボードを使っててキーの反応おかしくなったりした時にこのモードを使用すると多分治るっていう機能ですね。これはね実際に治るのかっていうのはちょっと壊れてないんでわかんないんで、買ってみてねおかしいなって思う人はねこれやってみるといいかも。でここでですよ、ここでライトの設定ですね。こんな感じで、これ輝度やっぱりマックスじゃないんだ。ちょっとマックスにしてみよう。じゃん。どう？なんか全然なんだけど。普通に暗い。ついてるっていうレベル。部屋暗くしてみて輝度マックスの状態にしたんですけど、めっちゃ暗い。光ってんのっていうレベルよ。あれ？なんかさっきの方が光ってなかった。ちょっと輝度一回下げてみます。効いてる？効いてるわ。もうこれがマックス。なんか微妙なんですけど、前から見るとあんまね光ってない。印字も緑やし、ちょっと緑にしてみよう。これかわいいじゃん。かわいいけど電気つけてみるよ。普通に照明つけんとこんな感じ。あんま光ってない。結構ねこのソフト自体いろいろ設定できます。細かく。Windows ロックキーが有効になってる場合 Windows のキーを無効にするとか、シフトタブを無効にするとか、これ便利やね。ゲームをやるときに効かないようにするっていうのを自由に
選ぶことができます。でなんかステールシリーズの Apex Pro みたいな感じで浅く押すと、例えば A のキー、深く押すと B のキーが有効になるみたいな感じでこう2つのアクションを割り振ることができるんですよ。その機能を設定するにはどうするんだろう。それはちょっとよくわかんないから他にねソルトを詳しく紹介してる人の動画見てみてください。ということでソルトの使い方はこれぐらいにしといて、一番気になるラピッドトリガー、アクチュエーションポイントなど本当に 0.1 ミリかっていうところもよくわかんないしね。ラピッドトリガーといえばバロラントということでバロラントやっていきます。はい、訓練所にやってきました。ということでアクチュエーションポイント 0.1 ミリということでこの軽く押すだけで進むはずなのでやりたいと思います。どれぐらい？あれ？軽く押し込むぐらいでは 0.1 ミリぐらい押してるはずなんですけど動きません。結構深くこれぐらいまで押さないと動いてないですね。0.1 ミリ以上押してますね。これ押さないと無理だ。ちょっと致命的なあることに気づいちゃった。0.1 ミリぐらい押しますよ。これぐらい押しても文字が入力されません。で次はねまた同じ深さで A をね打ちたいと思います。いきます。ほら軽く触れただけで動作してる。さあ違い分かりましたでしょうか。正解はこの押している位置です。このど真ん中を押すと 0.1 ミリすぐに入力されます。 0.1 ミリ押した時に反応する時と 0.1 ミリ押しても反応しない時があるっていうことになります。わかる？結構押してるっしょ。結構押してるけど動作してない時がある。場合によって作動点が変わるっていうのは結構致命的な気もする。違和感起きそう。じゃあその他ちょっと確認します。こんな感じ。他のラピッドトリガーのキーボードを使う方がやっぱ安定していいのかもしれない。で結構長時間ねゲームで使用してみた感想をねお伝えしたいんですけど、ちょっと気になったポイントっていうのがいくつかあって、その一つが指が引っかかりやすいっていう風に思いました。ゲーミングキーボードって高さバラバラなものが結構多いと思うんですけど、 HZ61 はキーキャップの高さがほとんど一緒なんですよ。でキーキャップの高さっていうのも全部のキーが高くて、その中でもスペースキーっていうのがね高すぎるなっていう風に思いました。しかもこのキーキャップ結構角張ってるから角が鋭いから置いてる親指がねすごい角に当たって痛いなっていう風に思いました。でもう一つめちゃくちゃ気になった点が、いざゲームで使ってみるとボタンが重すぎてすぐ手が疲れました。やっぱゲームはさ同じ感覚でいつもやってるから差をすごい感じました。押すのが重いっていうのもあるんですけど、なんか戻ってくるのも遅いような気がする。男の人と女の人でこの押す力っていうのが差があるのかは分かんないんですけど、女の子にはマジでおすすめしたくない。でこっからはねゲームをやってる時の感覚の話やねんけど、 GX1 とか普段使っている時は自分が思った動きにね動くことができるんですけど、このキーボードはたまにあれなんか動きがおかしいぞって感じる場面がいくつかあったのも気になります。そこはアクチュエーションポイント 0.1 ミリなのかっていう風に検証した時に感じた、指を押す角度によって作動点の深さが違うっていうところにつながってるんじゃないかなっていう風に思ってて、動きにもばらつきが出てくるからやっぱり違和感が出てるのかなっていう風に、個人的には思いました。ということでまとめなんですけど、このキーボードは安くてソフトも細かくいじることができる。しかもラピッドトリガー対応。しかもポーリングレートも 8000Hz で遅延も少ない。軸ブレとかが起きやすくて、そのあたり本格的にねキーボードのゲーミング性能を上げたいっていう人にはあんまり向かないけど、どうしても安くでラピッドトリガー対応のキーボードが欲しい、試してみたいっていう人はね
これ買ってみるのもいいかなっていうふうに思います。ラピッドトリガー今まで使ってて2代目3代目ですっていう人は買わない方がいいんじゃないかな。私みたいにちょっと違和感を感じる人もいるんじゃないかなと思います。でただね、ラピッドトリガー対応のキーボードってそこだけじゃなくて、例えば GX1 だったりウーピングだったりっていうキーボードにはね、キルスイッチっていう機能がついてて、それがね結構私は好きで、でもこのキーボードにはね、そのキルスイッチっていう機能はついてないです。でその機能も、バロラントではいらなかったり、エイペックスはね私は使ってるんですけど、ゲームによってもね違ったりもするので、そのあたりも踏まえて参考にしていただければなと思います。で EOS のラピッドトリガー対応のキーボード自体もう4月最近ね発売されたばっかりになるんで、今後のアップデートでキルスイッチが加わったりどんどん進化していくと思います。なのでこの動画だけを参考にするんじゃなくて、概要欄にね Amazon ページだったら貼っているので、そこからね機能だったりっていうのをチェックしてみてください。ということで今日の動画をねこれぐらいにしたいと思います。他のねゲーミングデバイスだったり普段自作 PC の動画を上げています。よかったらチャンネル登録いいねよろしくお願いします。以上、みさきみさでした。じゃあのー。